今日は超重要経済用語についてお話しするよ。たったの4文字です。インフレ、聞いたことあるかな？知ってるよ。物の値段が上がることだよね。それだけじゃないの？終わっちゃった？ちょっと待って、先生沈んでるよ。だってインフレは物の値段が上がることって暗記しておしまいでしょ？やりすぎ社会の説明がそんな短いわけない。その通り。パンちゃん、心強い反論をありがとう。インフレは単純に物の値段が上がることだけを示すのではありません。この言葉はね、経済ニュースの中だけじゃなくて、日常生活に密接に関わっていて、ありとあらゆる場面に出てくるんだ。なんと日本史にも出てくるよ。今後説明予定の江戸時代の有名な三大改革でも重要なポイントになります。なので基本知識として今回はインフレ、そして次回は対になる言葉デフレを説明します。江戸時代にもインフレとデフレがあるってこと？そうだよ。歴史から普段のニュースまで本当によく出てくる言葉なんだ。つまりはもちろん中学受験、高校受験、さらに大学受験にも品質。これを機会に暗記だけじゃなくてしっかり楽しく理解して覚えよう。はーい。物の値段が上がるって言えばさ、最近よくニュースになってるよね。お米とかお菓子とか。外食もだよ。家族で行くラーメン屋さんも値上げしてた。ラーメンに卵をトッピングしたら1000円超えてたもん。ママが青ざめてたよ。物の値段の変化に注目できるのはとってもいいね。去年キャベツの値段が1個900円近くまで上がったんだけど知ってる？900円って言ったらさっき僕が言ってたラーメン屋さんのラーメン代と同じだよ。普通はね、300円前後。旬だともっと安い。これは夏がとても暑くて取れる量が減ってしまったからで一時的な値上がりだった。今はだいぶ戻ってる。ハリくんやパンちゃんの話してくれた値上げはキャベツのような一時的なものではないね。こういう継続的で広範囲にわたる値上がりのことをインフレって言います。日本では2022年以降インフレが進んでいるんだ。中でもお米は前年比2倍以上になってる品種もある。2倍って大変なことだよ。そんなに上がってたんだ。なんでそんなに値段が上がったの？そのあたり詳しく説明していこう。例えばトレーディングカードゲームをイメージしてみてね。もともと数百円のカードパックに入っていて、どのパックも同じ値段で買える。でもレアなカードは高い値段で取引されてる。それはなぜでしょう？みんながそのカードを欲しいから。その通り。まずみんなが欲しいと思うと値段は上がる。めったに出てこないやつほど価値が上がるよね。それも大事ね。珍しいと高い値段がつく。どれだけの量が売られているか、つまり市場に供給されているかというのが重要だね。簡単に手に入るんだったら高いお金は出したくないな。よく見かけるカードは10円とかすっごい安いもんね。そうだよね。つまり数が少ないものは高くなるけど、いっぱいあって手に入りやすいものは安くしないと買ってもらえないので値段が下がるんだね。次にお菓子で考えてみようか。例えばポテトチップ。すっごく美味しいポテチでね、クラスのみんなが欲しがってる大人気おやつ。おまけにめったに手に入らない一級品。今までの考えでいくと値段は上がるよね。確かにちょっと高くてもいいかな。やった。じゃあ1万円。そんなのぼったくりじゃん。そうなんだよね。1万円のポテチはきっと売れない。ものにはみんなが欲しがるちょうどいい価格帯があるってこと。ちなみに小池屋のポテトチップス今金男爵薄塩味は北海道今金町産の男爵芋を贅沢に使用したポテトチップス。甘みが強くホクホクとした今金男爵は生産者による厳しい品質管理のもと育てられた幻のじゃがいもと呼ばれています。北海道は芋の生産全国1位だもんね。で、気になるお値段は定価でなんと1480円。この値段でも期間限定発売で大人気だって。手に入りやすさだけじゃなく、いくらなら欲しいか、どれくらい多くの人が欲しがるかによっても物の値段は決まるんだ。これを需要という。レアカードは需要が高いから値段が上がる。逆に需要が減ると値段が下がる。一方、市場に出すことを供給っていう。供給量が少ないとレアカードになって値段が上がるね。逆に供給量が多いと値崩れっていって値段が下がる。中国製ぐらいになるとこういうグラフで説明されることが多いよ。こういうグラフってよくわかんないよね。これはね、供給する側、つまり売りたい人と需要側、つまり欲しがる人がどれくらい多くいるかを表しているグラフって考えるとわかりやすいよ。まず供給する人。
例えば同じ果物なら値段が高くなるほど売りたい人が増えるよね。そんなに高い値段だったら売りたいって。でも安くなれば、そんな安いんじゃ作るのやめよって売る人は減る。ここまではいいかな。じゃあ今度は需要側。つまり欲しがる人のことを考えてみよう。パンちゃんどうかな。高くなったら、そんな値段じゃ買いたくないなって欲しがる人が少なくなるよね。で、安くなったら、そんなに安いなら買っちゃおうって欲しがる人が増える。大正解。そっか、売りたい人と欲しがる人のバランスで値段って決まってるんだね。やっとこのグラフがすっきりわかったよ。いいね。これで需要と供給のグラフの見方はバッチリだね。でもね、実は値段はそれだけでは決まらない。今までのは物の価値の話だったよね。物がどれだけあるか、欲しがるかっていう話。それにプラスしてお金そのものの価値の変化も重要なんだ。ということはお金の価値も上がったり下がったりするってこと？だって100円はいつも100円でしょ？そのあたりが今日の話のすごく大切なところです。お金の価値について学校とチョコレートで例え話をするね。チョコレート大好き。パンちゃんとハリーくんの通ってる学校では給食に週に1回チョコ1個が配られるようになりました。嬉しい。チョコは子どもたちの間で大人気。でも給食なのでそんなに量はありません。給食のデザートは最後のおまけみたいなもんだからね。みんなはそれぐらいのチョコじゃ物足りない。もっと欲しくなっちゃった。そしたらね、ある子が言ったの。掃除当番変わってあるからそのチョコよこせよって。優しいタイプのジャイアンだね。そしたらね、みんな真似し始めた。ノートを見せるとか宿題をやってあげるとか。そのうちその場で食べずに貯める子も出てきた。で、ちょっと大変な宿題だからチョコ2個で写させてほしいって。なんか話が怪しくなってきたぞ。次第にね、チョコを集める子とそうでない子が分かれるようになりました。チョコがたくさん欲しい子は掃除当番を積極的に受け入れたりしてね。これがお金の始まり。なんとなくわかるような、そうじゃないような。先生たちはどうやらチョコを配ってもチョコが行き渡らない子がいることに気づき、これでは良くないと考えました。だからチョコの大きさを半分にして1回に2個配るようにしました。数が増えた。あれ？でももらえる全体の量は変わってないってこと？そう、小さくなったからね。なのでチョコ1個でトイレ掃除当番を代わってもらうことはできません。そりゃ仕事に見合ってないもんね。だって今までの半分のチョコで同じ仕事しろってことでしょ？そうなの。だから2個必要になった。ただ1個でもっと簡単にできる黒板消し係を代わってもらうことはできるようになった。大きいチョコ1個ではなくなったから小さいチョコ1個だけでも交換せずに自分で食べられる子も出てきて、みんながチョコを楽しめるようになってきました。多く食べたい子は仕事をして1個もらって3個、ちょっとでいい子は1個というようになりました。いっぱい食べたい子の中にはクラスのいろんな役割を引き受け持ってチョコをいっぱい集めますし、中には集めたチョコを使って漫画の貸し借りをするなど別の使い方をする子も出てきました。なんだか楽しそう。チョコがどんどん小さくなっていったらその分必要になるチョコの数が増えるんだね。チョコ1個じゃ足りないから。そうです。そのうちチョコが粒チョコみたいにすごく小さくなったらトイレ掃除にチョコ30個ぐらい必要になるかもね。当初はチョコ1個でできていたことがチョコ30個必要になる。つまりチョコ1個あたりの価値が落ちたと言えるね。これがインフレの基本的な考え方です。なんとなく仕組みは分かったような気がするけど、本当にそれがインフレの説明なの？チョコは小さくなったから借りやすいけど、お金は100円は100円のままだよ。お金の量を簡単に増やしたりできるってこと？そうだよね。お金を無限に作れるんだったら錬金術だよ。そんなことができたら大金持ちになっちゃうよ。さっきの例で言えば、先生はチョコレートの全体量は増やしていなくて、大きいチョコレートをどんどん小さくして数を増やしていったよね。現実の世界でも似ていて、世の中に出回るお金の数はどんどん増えていってるんだ。そしてチョコの話と同じように、お金の価値はどんどん下がってる。これを現実世界に当てはめると、5年前には1000円でラーメンに煮卵トッピングが食べられたけど、
今は1000円だとラーメン単品しか食べられなくなったみたいに、同じ1000円でもできることがどんどん減っていってる。つまりお金の価値が減っていってる。これがインフレの考え方です。インフレってインフレーションっていう英語を省略した言葉なんだ。インフレーションのインは何々の中にっていう意味だね。フレーションはラテン語のフレア、吹くから来ていて、この2つを合わせて空気を吹き込むが語源になってる。そこから通貨膨張という意味が出てきた。つまり通貨に空気を吹き込んで膨らませるっていうことで通貨の価値を薄めるといったイメージだね。膨らむってことは体積が増えるよね。物の値段が上がっていくイメージと一緒だ。しかも値段が上がっているのに中身はすっかすかなイメージなのも。物の値段が上がること、通貨の価値が下がること、バッチリつかめてるね。じゃあインフレにはならないようにしないといけないってことだよね。できればいつまでも800円で煮卵付きのラーメンが食べたいし、昔みたいにお小遣いでハンバーガーをいっぱい食べてみたい。1000円はずっと1000円でいてほしいよ。ちょっと待って。インフレには実は良いインフレと悪いインフレがあるんだ。悪いことしか思い浮かばないけど。例えば経済が成長していて物の値段は上がるけど同時に仕事が増えて収入も増えたらどうかな。でみんなが物を欲しがるから値段が上がる。でもそれ以上にお給料も上がる。よーし頑張って仕事してお給料上げて欲しいものどんどん買うぞ。ちょっとぐらい高くなっても大丈夫。だってお給料上がったしボーナスも出るもん。すっごく元気いっぱいな感じだね。これがいっか。いいインフレもあるんだね。買いたいなって気持ちが減らないぐらいの値段の上昇。そしてもう少ししたら高くなるかも。だったら今買っちゃおうかって思える。それぐらいを経済にとって健全っていうよ。物の値段が上がるのは辛いけど、作る側の人はそれじゃやる気出ないもんね。さっきの需要供給曲線のところでやったもん。経済を元気にする健全な範囲で値段が上がるのがちょうどいい。インフレ率で目標は1年間で 2% くらいって言われてるよ。年間 2% ずつ上昇すると20年で価格は約 1.5 倍になるよ。ちなみにコロコロコミックは今いくら？ 730円。この前、小一の弟と買いに行ったもん。20年前の価格は480円。昔は500円玉で買えたんだ。そうよ。480円の 1.5 倍は720円。つまりコロコロの値段の上昇はほぼ健全なインフレの範囲内って感じかな。いきなり比較するとびっくりしちゃうけどね。そっか。それ以上に値上がりしてたら健全じゃないってことだよね。いいところに気づけたね。もちろん短期間で急激に上がったり、どんどん値段が上がる状況が長く続いたりする高インフレは有害な影響をもたらす可能性がある。将来のお金の価値がどうなるかわからなくなったらみんな安心して生活できなくなるし、将来のための計画も立てにくくなる。持ってるお金の価値がどんどん下がっていってしまうから、人々は慌てて物を買おうとしたりして経済が混乱することもあるんだ。そしてコツコツ貯めていたお金の価値はあっという間に減ってしまう。使ってないのに減っちゃうなんて最悪じゃん。インフレが行き過ぎないように何とかしなきゃいけないっていうのは歴史的に見ても様々な国の深刻な悩みの種だったんだ。今までにたくさんの失敗をしているよ。たくさんの失敗って怖すぎるよ。日本の例を説明するね。有名なのは1980年代後半のバブル経済。なんか聞いたことがある。土地の値段が上がりすぎたとか。最近のニュースで東京のマンションの値段がバブル超えって言ってるよね。そう、今でも繰り返し話題になる経済ニュースの定番です。前話したように戦後の日本は海外にいろんなものを輸出してお金を稼いでいたんだ。有名なのは自動車、他にも鉄鋼や機械、電子機器。日本のテレビは世界中で人気だったし、ソニーが発売したウォークマンは世界中で大ヒット。日本製品はとても注目されてたんだ。当時のアメリカの映画を見ていると、これは日本製だってセリフがたびたび出てくる。高品質のものを作って海外に売るっていうことが映画のネタになるくらい浸透したってことだね。輸出で儲かってたんだね。そうです。その一方で日本の製品を輸入する側は大赤字。当時世界一の超大国だったアメリカは日本から大量のものが入ってくることを問題視していたんだ。日本のものが安すぎるからアメリカのものが全然売れない。もっと高くするべきだってね。なんか今のトランプさんと同じこと話してない？
トランプさんは関税を上げたけど、その当時はもっと円高にしようっていうやり方を選択したよ。お金の価値を変えるっていうことね。ドルの価値を一気に下げることで合意したの。いつもわかんなくなっちゃうけど、円高とか円安とか。例えば、ここに1ドル札があります。最初は300円と交換しようって決めました。ところが突然100円と交換するっていう新ルールに。これって円の価値も下がったのかな？日本にとっては得だよね。少ない円でドルが買えちゃうんだもん。300円あったら今まで1ドルしかもらえなかったのに3ドルもらえちゃうってことでしょ？だから円の価値は上がったってことなんじゃない？ハリー君正解。1ドルを得るのに必要なお金が300円から100円に少なくなること。これを円高が進むと言います。数は小さくなるのに高くなるって漢字が入ってるから混乱してたけど、お金でお金を買うって考えると分かりやすいね。円高の理解が進んだところで話を1985年に移します。アメリカのものが日本製品に負けないように円高を進めたんだ。するとどうなるかな？日本で作ったものをドルで買おうとすると高くなっちゃうってことかな。同じ製品なのに今までよりたくさんのドルが必要になるってことだもんね。いいね。正解。1ドル240円だったのを1年で150円に変えたんだ。これによって例えば日本円で100万円の車が1985年にアメリカでは約4200ドルぐらいだったのが円高になったので6700ドルになっちゃったの。1.6 倍の大幅な値上げです。経済にとってちょうどいい健全な値上げペースが1年 2% ぐらいなんでしょ？こんなの受け入れらんないよ。そうだよね。これによって日本製品は全然アメリカで売れなくなったんだ。その結果、輸出で稼いでいた日本の企業は大ダメージ。物が売れなくなったので不況になって多くの会社の経営が危うくなったんだ。会社が倒産してしまうと失業する人も出てしまうし、日本中が大混乱になってしまう。悲惨な未来しか見えないよ。そこで対策を打つことにしたよ。海外で物を売ってお金を稼ぐんじゃなくて、日本国内で自分たちで買うようにして経済を回していこうねって。まず政府は公共事業、例えば道路を作ったり、いろんな建物を作ったり、そういうことにお金をかけることで、日本国内の会社に仕事が回る環境を作ったんだ。そして日本銀行は金利を下げてお金を借りやすい環境を作った。日本銀行って？日本銀行は私たちがお金を預けている銀行にお金を貸すっていう銀行だよ。銀行の親子だね。で、普通お金を借りたから返すときには借りた分のお金に利子を乗せて返すんだ。利子をどれくらい払うかを決めるのが金利。金利が高ければたくさん利子を払うことになるし、低ければ利子が安くて済む。だから金利を下げると返すお金が少なくて済むからみんなお金を借りやすくなるんだ。さらにね、この時の銀行はお金を積極的に貸し出す方針を取ったんだ。銀行はお金を貸すとみんなが利子をつけて返してくれて、それが銀行の儲けになる。だからいっぱい貸し出したの。お金を借りた会社や人は土地や株を積極的に買うようになった。都会の土地を買ってそこにビルやマンションを建てたり、地方だったらゴルフ場とかリゾート地を作ったりね。みんなが欲しがるってことは当然値段が上がります。例えば、ある会社がビルを建てるために1億円で土地を買いました。その直後に別の会社が隣の土地と合わせてもっと大きいビルを建てるから土地を売ってって言います。その売値が10億円になったりしました。ただ、土地を買って売っただけなのに何億円も儲かったの。それがバブルの時期に当たり前のように行われていたんだ。今聞くとうさんくささしか感じないよね。買ったら10倍になるから今買っときませんかってことでしょ？銀行がお金を貸し出すときにもし返ってこないと困るから担保といって代わりのものを差し出します。それがだいたい土地なんだけど、土地の値段が上がるもんだから担保の土地の値段が本当は10億円でも将来15億円になるはずって言って今そこまでの価値がなくても15億円をポーンと貸しちゃう。うさんくささがマシマシしてる。銀行がどんどん土地を買うためのお金を貸し出しちゃうからお金がどんどん世の中に流れていきます。チョコレートの例と一緒でどんどんお金の量が増えていきお金の価値が下がっていきます。逆に物の値段、特に土地の値段はとんでもなく高くなっていきます。なんか怖くなってきた。どれぐらい高くなったかっていうと東京23区の土地の値段がアメリカ全土の土地の値段と同じぐらいになってしまったの。
そんなわけないじゃん。おかしいよ。もうね、土地の値段が高くなりすぎて、本当に住む場所を探している人が家を買えなくなる。そんな問題も出てきた。誰か止めてあげて。もちろん、当時にもさすがにこれはやばいぞって政府が対策を考えたんだ。銀行は土地を買うためのお金をあんまりたくさん簡単に貸してはいけませんってね。そんなんでうまくいくの？怖いのはこれからよ。先生が悪い顔してる。土地を買うためにお金が借りれなくなりました。そのため、高くまで上がった土地を買うことは誰もできなくなったの。一方、価値が上がると思ってお金をいっぱい借りて土地を買った人は、銀行にお金を返さなきゃいけない。返せるお金は手元にありません。土地をいち早く手放してお金に換えたいから、誰でもいいから買ってって、どんどん値段を下げるしかない。高値で取引されていた土地の値段が一気に下がってしまいました。怖いよ。だってこれ、チョコとかポテチとかラーメンとかの値段の話じゃないよね。これがバブル崩壊と呼ばれる現象です。バブルが弾けたって聞いたことあるよ。みんなが欲しがるときは値段が上がる。これがインフレだね。バブルが弾ける前の状態。で、買えなくなったり、誰も買わなかったら、どんどん値段が下がっていくけど、これをデフレって言います。長くなっちゃったので、詳しい話はまた次回。なんでデフレが問題なのか、デフレになるとどうなるのか、実際にデフレが起こった1990年代以降の日本を取り上げます。キャベツを値引きするのとはわけが違うよ。